に乗って移動しながらですね、着陸し、尻尾で、これで合わせますね。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドウやっていきます。本日はですね、リクエストにもありました、こちら、テックホバースキフについて徹底解説していきます。リクエストは建築だったりするんですけども、かなりですね、いろいろ高機能でもありますし、癖も割とあったりするので、その辺も含めてですね、ご紹介していこうかと思います。前半ですね、機能であったり、注意点などご紹介しつつ、後半ですね、建築についてご紹介させていただきます。建築もですね、かなり癖があって難しい面多々あると思うんですけども、その辺の注意点含めてご紹介と、見た目重視のですね、建築動画って結構上がってるんですが、公式では難しかったりもしますんで、今回はですね、公式で運用できる実用的な建築の一例としてご紹介させていただこうかと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず、ホバースキフなんですが、入手に関しては、ジェネシス1のボスであるマスターコントローラーのガンマ以上を撃破いただくと、テックエングラムとして獲得ができます。作成はレプリケーターになるんですが、レプリケーターで作った場合ですね、メックみたいな未完成のアイテムが発生するわけではなくてですね、そのまま作成されてしまいますので、室内、特にちょっと狭い感じでですね、作られている場合に関しては、帰宅して出れないっていうことがあり得ますので、作成時はご注意いただければと思います。レプリケーターを外に設置いただくか、広めなところで建築いただければと思います。一応レプリケーターの半径5メートル以内で作成されるというところになってますので、ご注意ください。燃料はエレメントで動きます。記帳するとですね、このような表示になりまして、タンクの残量も出てますし、持ってるエレメント、あと消費量が出てます。ここに関してなんですが、ダッシュしたりとかですね、移動によって燃費のところも変わってきますので、ご注意いただければと思います。運搬面なんですが、重量が16,000あります。16,000超えると飛べなくなります。なんか爆発物が取り付けられている場合、これは主に PVP だと思うんですが、あとプラットフォーム上、この上にドラッグウェイト800以上になっている場合は飛行ができないということになります。ちなみにドラッグウェイト800っていうのが堂々32匹分。一応概要欄の方にですね、表も出しておきますが、はるかで結構認知度上がってると思うので、その辺見ていただければと思います。重量に関してなんですけれども、まずですね、今143になっていると思うんですけども、上に乗っているだけではなくてですね、建築しているインベントリー内に重量を入れます。これ672今入ってますね。この場合でも、この重量に加算されますので、ご注意いただければと思います。あと、同じくですね、上に生物が乗っている状態で、今重量としてはですね、このように265になっているんですけども、これに関してですね、まるっと重量増えるわけではないんですが、ウェイトですね、このように重量に関して飛ぶことはできるんですけど、一定量重量を超えてしまった場合に関してはですね、このように着地してしまいます。
ホバーリングができなくなるということですね。ここはできますんで、ここだけご注意いただければと思います。建築上限としては、最大50が建築上限数になってます。あまり置けない形になりますね。基本的に、イカダとかプラットフォームサドルに置けないものっていうのは置けないんですが、オートタレットであったり、巨大恐竜も、イカダでは置けるんですが、工業路とかも置けなくなってます。あと、プラント X。これは、菜園台は置けるんですけども、中にプラント X が入れれなくなります。金庫とかですね、エクストレージとか、この辺も設置はできないというところで、4枚壁とかも使えません。テイムカウントなんですが、通常のこの状態ですと1匹分ですね、テイムカウント1になってるんですけども、建築ですね、50個置けるんですが、土台1個でも置いた段階でテイムカウントが19上昇します。なので、そこもご注意いただければと思います。ここはですね、サーバーのリミットに関与しているかどうかまではちょっと情報がなかったのでわからないんですが、少なくともドライブのリミット上限には関わってきますので、ご注意いただければと思います。実際ですね、テックホバーの場合、このようにテーム生物をトラッキングすることができます。このように寄せたりとかもできるんですけども、こうやって運ぶことができます。これに関してなんですけども、水生生物、ドラッグウェイトが1500を超える生物、アルファクリーチャー、ボス、タイタン、および特定のイベントクリーチャーを除くすべての生物が運ぶことができます。運べない生物の一覧がこちら。注意点なんですが、テックホバーに関してはですね、組み立てた状態で転送することができません。その作ったマップで使うしかできません。ホバースキフですね、飛行禁止のサーバーでも飛ぶことができる数少ない生物になってるんですが、こちらとアストロセタスのみ飛行禁止エリアでも飛ぶことができるんですが、一応ですね、フライヤーではあるので、スキフで洞窟に入ると、飛行判定でですね、非常解除される。ただし、スキフですね、パイロット乗らないと運転できないので、生物みたいに水中で外まで乗れるところまで誘導するっていうのができません。なので、このまま洞窟にですね、スタックというのか乗れなくなってしまうので、ご注意ください。洞窟には入らないようにしましょう。あとですね、余談にはなるんですけども、降りてしまった場合とかなんですが、実はですね、飛行生物と同じように、着陸の指示を出すと、下まで降りてきてくれます。乗れない状態で落ちてしまったりとかですね、何かあった場合、束落ちとかでですね、落ちてしまった場合とか、空に残ってしまった場合は、こういう手段で降ろすことができます。着陸の口笛で下ろすことはできますので、もし空に取り残してしまった場合はご活用いただければと思います。続いて建築関係に関してお話ししていきます。まずはですね、ホバースキフなんですが、建築できる範囲が結構狭いです。範囲的に行くと、この段差のあたりのところから、色変わるところぐらいになってます。先っちょの尖ったところまでは行けないというところになってます。置き方として横幅がこのぐらいまでになるんですけど、土台を置くとしてですね、パターンとして2つあります。真ん中に1個置いて天井で伸ばしていくパターンですね。真ん中1個置いたパターンに関しては横にスナップすることはできません。天井を伸ばしていくということになります。もう一つが土台を2つ置くパターンですね。ここから一応天井を伸ばしたりもできるんですけど、形的にはこの土台2つで伸ばしていくパターンと、真ん中に土台を置いて天井で伸ばしていくパターンの2種類があります。どういう形を作るかによってですね、使い分けていただければと思います。基本的にはですね、この上以外っていうところは離れすぎているという形で置けなくなる場合があります。ここは置けるんですけど、天井に2枚伸ばしてしまうとですね、どの道端っこには置けないので、1個しか伸ばせないということになります。壁の高さとしては2枚以上は置けないというところになります。
厄介なところは天井もですね、離れすぎてるってなる場合があります。結構建築できる範囲っていうのは難しいところになります。基本的には下にも伸ばせないということになります。コリジョン向こうとかそういうのを駆使すれば、もちろんローカルとかではあればできるんですけど、公式上はそういう仕様になってます。後ろは一応天井を伸ばすのですね。ここをちょっと置けたり置けなかったりっていうところになります。幅的にはこういう感じですね。プラットフォームの上に乗っけるとかであれば、この2枚にそれぞれ伸ばして、最大横幅としてはこういう感じですね。4×4 ぐらいが限度っていうことになります。置き方がですね、かなり癖がありまして、通常ですね、置こうと思った場合に、このようにですね、青くなるんですけど、置けなかったりします。ちょっとコツがありまして、土台とかに関してはですね、飛べば割と置けます。天井に関してもこのようになるんですけど、置けたり置けなかったりするんですね。これ後ほど建築の時にすると思うんですけど、降りたりとかですね、ちょっと移動したりとか、高さ変えたりとかするとですね、それで置けたりしますね。こういった形でちょっと飛んだり、高さ変えたりとか、着陸したり、エンジン切ったりとかで、置けたり置けなかったりするので、結構建築大変です。出るのか置けないのかがよくわからないっていうところがあるんで、ちょっと建築やり込まないと結構難しかったりすると思います。土台下げに関してなんですが、一応できます。ちょっと難しいです。置いてですね、柱置きます。本来は柱で下ろしていくと思うんですけど、それだとちょっと分かりづらいので、土台でしていただいた方がいいと思います。土台下げなんですけども、通常この高さに置きたいんですけど、うまくいくときといかない場合があります。スナップ上ですね、1個ずつ壊して回収できると思うので、回収してですね、しないと前のやつに反応して結構大変だったりします。この柱のスナップが前の柱にスナップしちゃってですね、土台下げの高さになったりするので、注意が必要です。こういう感じですね。スナップ上うまくいかなければ、こっち側から見ると割と土台下げしやすかったりします。置く場所によってうまくいかない場合、スナップポイントがいろいろ出てしまう場合ができますので、ご注意いただければと思います。あとですね、まっすぐ置くっていうのが全部目測になります。イカダみたいに乗って建築しようとしてもですね、下に行ってしまうんですね。乗って降りてってするとこの状態になるので、ここから動かすとですね、うまくいきません。なので、真ん中置く場合は比較的楽なんですが、まずこの状態で自由視点にします。乗って降りた状態ですね。比較的まっすぐ向いていることになるので、あとはこのまま下がっていくとまっすぐになるので、自由視点の状態でですね、ちょっと遠い状態にはなってしまうんであれなんですけども、この状態で下がっていくという形をとっていただければ、この状態で下がっていくとですね、このようにギリギリのところまでは置けますんで、このまま置けば真ん中に置けるということになりますね。横に置く場合に関してはですね、2枚で置く場合に関しては、あとはもう目測になってしまうんですが、この状態で横に向くと、正面はまっすぐになるんで、ギリギリに関しては一旦下がってですね、ギリギリのところに置いてもらう。あとはもう目測なんで合わせていただくということになります。状況によっては難しいで、これぐらいですかね。あと置くときに回さないようにだけご注意いただければと思います。1個置いてしまえば、あとは楽なんですけど、起点がちょっと難しかったりするので、ご注意いただければと思います。多少余裕あるんですけど、あんまりずれると、建築距離の方にですね、離れすぎてるとかでうまくいけない場合も出てきてしまうので、ご注意いただければと思います。この状態でスナップしておけるようになりますのでね。今回は土台下げるんで、下げていきますね。これで2つ下げた状態ですね。これで置いていきます。この状態ですね。あとは横側に置くんですけど、そのまま置けるところはそのまま置いてもらったらいいです。あとは置けなければですね、ちょっと飛んでもらって、これで置けましたね。3×4 ですね。こ
こに関しては後で説明しますが、階段を置きます。こっちはなくてもいいです。あってもいいんですけど、ちょっと建築上限的な問題がありまして、余裕があったら置いていただいていいです。柿作っちゃうと、ここに三角天井を3つ置きます。先に壁を置いていきます。ここは開けた状態ですね。あとはちょっと置けないので、また移動して、とりあえず青くなってたら置けるんで、建築判定が微妙すぎて大変。結構連打すると思うので、間違って置きすぎてしまわないようにだけご注意いただければと思います。特にテック建材で作る場合ね、もったいないんで、表裏とかですね、いろいろしてて表裏変わっちゃうとかないようにだけご注意ください。これで囲えますね。本当はちょっとここを後で貼った方がいいんですけど、今回わかりやすいように貼ってます。後で一回壊します。建築ミスしやすい部分もあるので、テック建材とかですね、貴重なものを使う場合は、一回木とかで作って、そこから上塗りしていただいてもいいかと思います。あと、傾斜付きの壁もいますんで、個数削るんであれば片側だけでもいいんですけどね、こういう感じ。見た目的な問題になってしまいますね。内装設置するときは別に飛んでなくても置けるので、一旦折りますね。形的には量を置けて、ある程度見た目もカバーできるぐらいの建築になってます。いろいろできなくはないんですけど、建築上下の方もですね、出てきてしまうので、50個しか置けないので、ちょっと見た目凝るのは難しくなってきます。階段にした理由なんですけど、発電機をここに置きます。という感じですね。そのままは置けないので、同じ高さでもいいんですけど、階段だとちょっと低めに設置することができます。結構ギリギリでいいと思います。ギリギリでもちょっとここ通れないんでね、どの道一緒なんですけど、十字をここに消えたぐらいでいけると思うんで、置いていただいて、この状態になります。ここですね。電線を張る状態になります。これで下に電線が張れるんで、上から電線見えたりっていうのはないです。内装はお好みなんで、1個の提案っていうところではあるんですけど、ちょっと万能的にですね、置く感じになります。家電系をここにギリギリ置きます。この下に置いてるんで、線が目立たないということになります。あとは、冷蔵庫をとりあえず2個ぐらい。電気はこれぐらいなので、作業台を置きます。手前から奥に置かないと置けないんで、最後ここ置くときですね、ここの壁が邪魔になるんで、一回壊しまして、後でもう一回見直していきます。こっち側に関しても、置くときなんですが、あんまり横行きすぎるとですね、段差が邪魔でうまく置けなかったりするので、その辺ご注意いただければと思います。こんな感じ。こっちにもう一個紅葉用グリ置いてですね、火出しながら飛ぶのもありです。天板ですね。できれば奥ギリギリに置いていただいた方が後の都合上ですね。ただ奥行きすぎると壁突っ切っちゃうんでご注意ください。壁ギリギリに量を極力この前側にですね、炉と作業台。これ作業台として使うというよりは収納庫として見てます。あとは天井をここに2ついただいて、3つ目は置かないんでいいです。歩数的にちょっと置けないので、先に傾斜付きの天井を置くんですけど、こんな感じで置いていただく。ちょっとここ出ちゃうんですけどね。ここだけちょっと考えないといけないんですけど、ここにも天井をあります。理由は後で説明しますね。先にベッドを置いてですね。あとは、極力ですね、量を置きたいんで、ギリギリで4つ上に置けまして、全部で6個置けます。工業炉が置けないんで、とりあえず6個炉を置きます。旋盤なくて、炉と作業台だけでもいいんですけど、他にも一応使えるんでね、ティーにも使えるように一通りの設備は置けるように、今回は考えたというところになります。こっちは炉でもいいですし、作業台でもいいです。これでギリギリの個数になってますので、この天井を壊して、ここに作業台を置いてもいいですしね。利用に合わせて内装は決めていただければと思うんですが、1個置き忘れていることに気がついたので、今回上置かないんで、ここの天井を壊して、こんな感じですね。ギリギリで。これで完成です。こんな感じですね。
あとはここにアンキロを置くんですけど、こっちじゃなくて、極力尻尾を出すか。極端な話、上なくてもいいんですけどね。飛び出さないようにだけ天井を置いただけなんで、天井なしだったらもうちょっと後ろに下がれるんでね。基本的には鉄集めというところで考えています。鉄集めて焼いて、こっちに直したり。あと一応ですね、土台を下げてるんで、ここにフォアスキフ自体がちょっと出てるんで、ここでも運転すれます。直接インベントリーにアクセスができないんですね。一旦乗っていただいて荷物を移すことになるんですけども、動けない状態でもですね、運転する位置まで瞬間移動できるんで、両方ですね。あと、ここにもあるんでね、アンキロから直接ですね、この出てるところで運転するでですね、乗り込んでいただければ、建築したら多分そうなんだろうと思うんですけど、途中のところでアクセスができないんで、乗らないとちょっとインベントリーを開けないんで、めんどくさいんで収納用に作業台を置いてます。普通に収納ボックスより作業台の方がインベントリーいっぱい入るんで、ただ重量的には直接インベントリー入れるのと変わりはないので、どっちでもいいです。この辺減らして、もうちょっと量を置いてもいいですしね。鉄焼きながら、実際運ぶのはアンキロに乗ってる方が重量減ると思う。これで、例えばですね、プラント X を置けたら一番ベストだったりするんですけどね。引っかかって落ちないようにだけご注意いただければと思います。二人とかだったら牽引でね、引っ張りながらとかでもいいんですが、ソロだとそういうわけにもいかないんで、二人だったらね、前、フロープとか使っていただいてもいいんですけど、アンキロ乗って、自動採取でもいいんですけどね。で、乗って移動しながらですね。着陸し、尻尾で。ここで合わせますね。これだとですね、直接これでもらって運転するとか合わせていただいてもいいんですけど、一応ですね、この向きな理由っていうのは、仮に捨てたとするとですね、うまいことこの辺に落ちるんですね。ここで拾って乗るっていうこともできますので、ここはお好みでというところになってます。あとはそのまま炉に入れたらいいんで、掘り投げて拾って、炉に入れるっていうことも簡単にできるようになってます。ぶつかって引っかかるとアンキロ落ちちゃうんで、ここだけご注意いただければと思います。これでこっちに収納してもいいですし、炉で直接焼いてもいいですし、出し入れやっぱ直接あった方が便利なんで、いちいち運転乗らないといけないんでね、その辺で収納箱代わりに作業台をいっぱい置いてる感じです。ここは利用用途によって好みで変えていただければと思いますし、天井なくてもいっちゃいいんで、ここですね。外に飛び出さないようにしてるだけなんで、トマスなんで、ここからアンキロ落ちることはないんで、ぶつかって落ちることはあるんですけど、その場合はこの状態でも落ちるんでね。こんな感じでございます。一応屋根つけてるんで、何かですね、攻撃しても中の建造物にはダメージ入らないようになってますんで、後ろから来るとちょっと入りますけどね。ではいかがでしたでしょうか。今回はですね、リクエストにもあったホバースキフについてご紹介させていただきました。見た目なのか実用的なのかっていうところで迷ったんですが、実用的なものを考えてみました。パッと作ったんでちょっと見た目はですね、惚れてないんですけど、かなり色々できる仕様にはさせていただきましたので、もっと採掘に寄っていただいてもいいですし、テーム寄りに寄せていってもいいんですけども、両方使える感じで万能的にですね、中間拠点としても使えるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。残念ながら作業台とかに入れた重量がそのままテックホバーに反映されてしまうので、重量的にはどうしてもテックホバーの重量1万6000になってしまう部分はあるんですけども、かなりの量を運べるっていう部分はあるので、やはり自由に飛べるっていうところがですね、便利になってきますので、ソロで鉄集めも楽になると思うんで、テックホバー取るまでが大変なんでね、ぜひご活用いただければと思います。癖があるんで、飛ぶと置けるようになるとかですね、なかなか初心者にはわからないところになると思うんですけども、知っていただければ実際置けるのか置けないのか難しい判断もあるとは思うんですが、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり建築動画
冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。